ずは2023年8月13日に発売された東宝10応援の新キャラたちの順位はどんなものになったのか見ていきましょう。おお、いきなりビッグイベントじゃないの。一体新キャラの中で誰が人気だったんだろう？東宝10応援では小さな聖域の耐性、ゾンビ天、神官のケルベロス、三つが白絵の子、汚れた有機物の怪物、天日陣地あり、地獄の美しきストーカー、世持つひさみ、灼熱イラクの王、日白残夢、の5名が新キャラクターとして登場しました。まあ、8月後半に判明したばかりの新人だから正直順位はお世辞にも高くはないだろうね。それが予想外な展開になっているんですよ。ではざっと順位を見ていきましょう。78位ゾンビ天、74位天日陣地あり、71位三つが白絵の子、68位必白残夢、そして10応援で一番人気だったのは52位の世持つひさみ。全員70位台以上ってすごすぎでしょ。しょっぱなで全員が70位台に入っているのはすごすぎますよね。交流道のキャラでも100位からのスタートキャラもいることからも、全員が70位台以上はすごい。キャラも良かっただけに作品もいきなり7位に組み込むほどだしな。なんといっても1位のひさみが52位に食い込んだのがすごい。この5人の中では世持つひさみが一番人気だったとは予想内といえば予想内だけど、Mっ子が一番はすごいぜ。52位というと、今や29位という超大人気キャラとなった東鉄の53位よりも上なのです。ひさみはまだまだ伸びしろありそうなキャラだし楽しみだな。世持つひさみはなんといっても歴代屈指の可愛いキャラなので人気が高まったのでしょう。まず新キャラ解説でも言いましたがデザインが S すぎる。デフォルトでは鼻の帽子によって目が隠れていて、ボディラインがはっきりした服装に加えて、素足も見えているぞ。また武道イコール巨峰イコール巨丸という考えか、二次創作では7割ぐらいの確率で胸が豊かになりやすい。さすがはドスケベランキング1位、よく調べてるね。そして決め手は歴代ナンバーワンと言えるド M キャラ。自分からお叱りをくださいなんていうキャラこのひさみぐらいだもんな。インパクト絶大だよ。また公式的にしかも本編でゆり展開も披露していたのもでかい。かなりインパクト絶大だったのでここまで人気になったのでしょう。それでラスボスの残夢は2番人気なのか。やはり元ネタとしてサンズというのがでかいでしょうし、カリスマ性で言うと歴代キャラの中ではズバ抜けていますしね。ほんとかっこいいキャラだし、ひさみとのカップリングも強いよね。あと3組今日たちの手下となった3人の中では三つが白絵の子が人気なんだね。確かにデザインが非常にいいですもんね。ワンコ耳の方だしセクシー姉さんが、物騒すぎるトラバサミを持っているんですから。このお姉さんわんぱくすぎだ。チアリもダウナー系で受けてはいますね。彼女もヘカージアみたいな地獄キャラとの関連の深さや、レミリアとの相性のいいキャラから伸びやすいキャラだよね。そして今回は10応援キャラでは最下位ですが70位台に入った美点もいいキャラなんですよ。元気いっぱいなお姉さんキャラで、喧嘩売ってんの変われという力強いセリフを言いつつも、年下をなだめたり他のキャラからは明るくて楽しいやつと言われています。前回の驚愕の過去ランキングでも紹介したけど、ネムノと月の女神城画との関連もあるから伸びしろしかないよ。ちなみに私は美点に入れました。美点はなんといってもかっこよくて可愛い。だって胸でかくて可愛いですもん。いや理由が正直すぎでしょ。それでは2023年東宝プロジェクト人気投票ランキング20位は、森安和子です。諏訪湖王、かなこ様を置いていくなぁ。いやそっちの意味かーい。まず諏訪湖は去年と順位は変わっていないんだよな。と言っても、この20位に食い込んだのはすごくて、毎年入っていた小笠や19位に入ったこともある四季様を抜いているわけですからその人気はすごい。諏訪湖の人気の理由はやはりその見た目と設定だよね。そう、身長は早苗より少し高く、かなこより少し低く見えるのですが帽子の分を差し引くと早苗より少し低く、ちょうどいいロリっ子ですね。格ゲー作品での動きはカエルっぽく、立ちとしゃがみの高低差が逆だったり、ぴょこぴょこ跳ねて歩けなかったり、バタバタして飛んだりとカエルを彷彿とさせる動きがもう可愛すぎ。またこう見えても未釈寺様の性質からショタ好きかもしれないみたいな要素もいいのよね。こんな可愛らしい見た目ではありますが、諏訪湖は守谷神社の本当の祭神ですごい神様なんですよ。能力も今を想像する程度の能力という不思議な能力を持っていて、支配下に置くたたり神を使って大地を変化させることができるのです。あの可愛らしい見た目でたたり神を操るの？そのたたり神は未釈寺様と呼ばれる神で、信仰自体は東日本全体に広まっていたとんでもない神ですしね。そんなギャップ性が強く、最近の原作での活躍はそこまであるわけではないですがやはり大人気。かなこ様よりも出番としては低いのにここまで人気なのはすごいよ。いや楽にあんだけ出番あるのに76位のかなこ様の方がすごかったわ。かなこ続いて2023年東宝プロジェクト人気投票ランキング19位は、ルーミアです。おお、コウマ今日20周年を超えてもちゃんと20位に食い込んでいるのすごいじゃん。ルーミアも原作ではそこまで活躍するキャラではないですが、最近では非常に人気のあるキャラとなりました。ルーミアの人気ポイント、可愛さポイントとしてはあのフォルムとポーズですよね。もはや抱いてくださいって言っているようなもんだよね。ポーズの意味としては十字架を意識しているようですが、そんなことはどうでもよくて、いや重要設定ですよ。脇が上がっているからすっと抱きしめられちゃういい感じのポーズ、そして抱き心地の良さ、
ちょうど抱いた時にルーミアの金髪に当たっていい香りがするんですよね。血の香りだと思うけど抱き心地の良さで言うと東方開屈しでしょう。そして可愛いポイント2つ目はそうなのかみたいな子供っぽい発言ですよね。そうなのかは有名なわけだけどルーミアが言うとやっぱり可愛いんだよな。手を広げるポーズと組み合わせるとたまりませんよね。また自分から人間を狩るのはめんどくさいという発言や、ふよふよ飛んでいるだけみたいな、なんとなく生きている自由人な感じが親しみやすくて可愛いですよ。そんな可愛いを極めたダークポップなルーミア好きの方のコメントは淡々と良さを語る方が多かったようです。わかる、好きなキャラは語りたくなるのよね。ちなみに第18回のコメントでは、金髪赤目黒服ピンポイントの赤みバカっぽさ全てが可愛い。そうなのかといえばルーミアみたいな言葉にも影響を与えるようなキャラで、愛しい可愛い見た目から人食い妖怪というギャップも相まって本当に素晴らしい妖怪だと思います。シンプルながら怪しく美しい光のような闇、可愛い。といった感じで確かに愛を熱く語る人のコメントが多くあり、見応え抜群なので見に行ってみるといいですよ。ちなみに東宝ステーションによるとルーミアは中学生層から人気らしいです。中学生の男子にはルーミアはたまらないのか。いいね。ルーミアは可愛いもんね。フランドールもそうだけど、合法ダーク金髪ロリは中学生の男子にとってドリームなんでしょう。しかし、大人になったらこれが意外にも変わってくるもんなんですよ。聖白蓮や小松さんよやそしてかなこ様みたいな可憐なお姉さんキャラに。そうなのか。続いて2023年東宝プロジェクト人気投票ランキング18位はパチュリーノオレッジ。なるほど。やっぱりマリサとアリスに引っ張られて人気な感じなんだな。そうですね。最近東宝原作での活躍はないので、同じ魔法使いたちに引っ張られて伸びているところはあるでしょう。そんなパチュリーは動かない大図書館と言われるほど本が好きで、コウマ館の地下にある大図書館にずっといることから目が悪く、体も貧弱なのです。そのことから二次創作で描かれる体型としては、ムッチムチなんですよ。嬉しそうに言うな。お尻も胸も母音ですが、少々お腹周りもあるという一番メンズ心をくすぐられるやつですね。ただ原作のボロ絵を見ると、実は結構スレンダーなんですがね。脇丸見えだし東宝奇想天でのボロ絵めちゃくちゃセクシーだな。さらに原作で言った無給や粛々、貧血でスペルが唱えきれないのに心を打ち抜かれた人たちは数知れず、好きな人はとことんハマってしまうキャラって感じだよね。そう、特定の方に刺さる要素があり、ビートマリオシも一押しキャラですよ。また無給という代名詞も強いんですよ。使い勝手の良さや頭に残りやすい言葉から彼女のことを思い出す人もいるってことか。こういった弱々しい部分を持つパチュリーと、男らしいマリサとのカップリングは人気が高い。どこかのタイミングでまた原作にてパチュリーとマリサが絡む時を見てみたいものですね。続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第7位はひなない天使です。天使は根強いファンがいるって感じで常に17、8位をキープしているよね。なんたって東宝初のド M キャラですからね。最近の原作での活躍はありませんが、二次創作では東宝ロストワードにて最近バイク乗り天使が登場していましたね。大きな活躍はないものの常にキープできているのはすごいよ。ただし、冒頭でも言ったようにルーキーに同じく M キャラ、しかも自ら叱ってくださいとまで言う完全ド M キャラの世持つ久美が登場しているのでうかうかしてられないのも事実。ド M キャラという唯一のポジションについにライバルが現れたわけね。順位で争うのもいいですが、ぜひ二人でド M 合戦してほしいところです。勝ち負けはどうやって決めんのよ。続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第16位は八雲ゆかりです。ゆかりんはいつも通り20位以内を安牌に留まっているって感じだな。今年は原作での活躍もありますよ。原作では東宝地霊記伝にてこの作品の主人公コメイジサトリやなんとフランドールスカーレットとの絡みも見られました。しかも謎のタイミングでフランドールにいじりをかまして、フランドールから圧巻兵をかまされたという活躍を見せています。若者にネタも提供してあげる優しいサイコさん。東宝10応援でも実はエンディングで登場していて、最近見かけた人は多いでしょう。また今年はヨーヨーム20周年ということで、大東宝展示会にて拝めることができたのも大きいよね。二次創作では目立った活躍はなさそうですが、原作の方で頑張ったという感じだと思われますよ。これからも幻想郷の賢者としてかっこいい活躍に期待だぜ。続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第7位はチルノです。おお、コウマ教前線が抜けてもチルノはちゃんと20位に入るんだな。なんたって最強ですからね。チルノはネタキャラとして東宝プロジェクトの代表格のキャラクター。そのため二次創作では非常に重宝するキャラなので衰えることはまずないですね。唯一無二のポジションを取れたキャラなんだな。ただコウマ教20周年や、スカーレット警察の流行りも落ち着き、今年のチルノはかなりおとなしかったので順位はそのままでした。それでもこの順位はすごいよ。今年の静けさは2024年に彼女の嵐を呼ぶ前触れかもしれませんね。
続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第7位は冷泉うどん芸稲葉です。新山ホイホイの代表選手。冷泉も相変わらずの根強いファン、または新規のファンを囲っています。冷泉といえばうさ耳プラスブレザーといういかにもな容姿から東宝プロジェクトの人気ファン獲得の入り口役として活躍しているキャラクターですからね。冷泉というと、うさぎキャラではありますが公式的に他のうさぎよりも背筋がピンと立っていて姿勢がいいと言われていますね。なのでおのずと背が高い。月のうさぎと地上のうさぎでは体型が違っているようだな。地上のうさぎは手みたいに丸っこくて可愛いって感じですね。しかし冷泉は足もスラッと長く、大人っぽさがありセクシー。東宝部門式なんかでは絶対領域も披露していて、色気度の高い魅力的なうさこですね。他のうさぎキャラと違って可愛いって感じより、スマートで色気があるから人気が高まっているということか。イコール人気度と言っても過言ではありませんからね。マリオ氏も言ってました。ちなみに同じく新規のファンを増やす新山ホイホイの火炎病輪なんかは今年の10応援や漫画の方で大きな活躍をしているから人気が上がっていたよね。今年の冷泉は正直原作でも二次創作でも目立った活躍はなかったように思えますね。ただ逆に言えばそれにもかかわらず、この順位をキープできているのがすごい。また来年は栄夜賞20周年を迎えるのでかなり活躍の余地があり、また順位を上げる可能性がありますよ。続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第7位は社名丸あやです。あややや、13位ってことは前回よりも落ちていて、年々順位が低くなっているじゃないか。そうなんですよ。最近では原作での活躍がすごいので伸びると思いましたが、意外にも落ちていました。今年のあやは大活躍だったよな。漫画作品での活躍がすごい。まず東方水長課ではみよいちゃんの行動の怪しさをいち早く察知していた場面なんかが見られました。その前から東方水長課では、知的なあやらしいめちゃくちゃおしゃれな活躍をしているよね。さらに東方地霊記伝の最新刊では、主人公レベルでの活躍を見せていたぜ。ここでもカラス天狗らしく賢さを見せるような推理を披露していたり、マリサに幻想郷最速は伊達じゃないと言わせているのです。最近のあやはインテリ系イケメンキャラで通っていて唯一無二の存在になりつつあるよ。正直、原作目線で見ると東宝プロジェクトのイケメン枠の藤原の向を超えるレベルになりつつありますよ。霊夢の相談に乗ってあげたり、霊夢のところへいち早く駆けつけるしな。東方地霊記伝のあやのデザインなんてかっこよすぎますからね。しかも白シャツでずぶ濡れになっていることからスケスケなのを分かっているのに、視聴者サービスとして仰向けでずっと見せつけていました。もしかしてあやちゃんスポーツ紙のグラビア狙ってんじゃないの？原作では主人公レベルの活躍を見せているので、あとは二次創作での活躍があれば1桁までいけるのではと思われます。公式的に幻想郷最強と言われるキャラにもかかわらず、なかなかロスワではあやを出さないんだよ。まあそろそろ出しそうな要素が見つかったから来そうなんだけど、原作であそこまでの活躍を見せてくれているので、なんとか来年には1桁キャラに返り咲いてほしいところです。続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第7位はこちやさなえです。さなえはめちゃくちゃ上がりました。前回は14位と年々低くなっていたのですが、今回大きく飛躍し12位となっていますね。その飛躍には一体何があったんだ？やはり東宝10応援の参戦が大きいでしょう。今回もがっつり異変の時に見せる狂気的な部分を見せていたのも良かった。異変時は狂変するからねこの子。他には東宝ロストワードで金髪さなえちゃんが3周年の締めくくりに登場したというのもありますね。確かにそれも大きいと思うよ。金髪さなえちゃんはロスは本編ストーリーでも活躍するキャラクターだからインパクトあったと思うぜ。それにしても諏訪子も20位に食い込んでいて、さなえも上がって10位台なのにかなこ様がかわいそう。マリオ氏がかなこも20位以内に入っているのは印象的でした。漫画作品では宮出口さなえになった時なんかのインパクトが抜群でしたし、これからの活躍にも期待ですよ。まあ結局人気の理由は胸が豊かだからでしょ。続いて2023年東宝プロジェクト人気投票ランキング13位はアリス・マーガトロイドです。アリスも相変わらずの人気の高さだぜ。最近は原作での活躍はあんまりないですが、それでも人気が高い。となると二次創作の影響が強そうだな。影響が大きかったのはやはり二次創作アプリゲーム、東宝ロストワードでのアリスでしょう。今年は旧作に近いアリスだったり、アンドロイドアリスだったり、魔法少女アリスだったりとかなり亜種も増えて活躍していたのが大きいでしょう。アリスもレイムやマリサと同じように旧作からいたキャラだけに根強いファンもいるのも大きいと思うよ。続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第10位は西洋寺ゆゆ子です。前回も10位で、お姉さんキャラで言うと毎年ナンバーワンと言えるキャラだよな。ゆゆ子は根強いファンがいるイメージですね。原作、二次創作ともに目立った活躍はないものの常に10位をキープしています。彼女のコメントを見るに、恋設定や性格の良さから人気があるようです。あとたわわな胸、今年は東宝ヨーヨーム20周年であり、大東宝展示会ではメインイラストとして活躍していたり、キュアメイドコラボカフェにて活躍していました。また人気投票が始まる前後にテロスワで高魔境ゆゆ子が登場したこともあって、そこでの印象も大きいかもしれないな。いつも思うけど、同期で同じお姉さんポジションでしかも常に原作で活躍するゆかりが負けてるのって何なの？ゆかりはやはり、うっさんくさいから。
さて、ここからはついに1桁台のキャラクターです。東宝人気投票ランキング第9位は米地悟りです。順位は前回と同じですね。漫画作品で主人公として活躍しているけど、まだこの壁は乗り越えられないのか。今年こそはとサービスカットまで披露したのですが、あの体勢からこの体勢は狙いましたね、お姉ちゃん。私たちの下心を読んでくれました。二次創作の方での活躍がやはり少なかったので、そこでうまく伸びなかった可能性が高いですね。確かに、二次創作であんまり動きがなかった気がするね。ただし来年には新たに警部の東宝二次創作アプリゲームや、新弾幕神楽が登場するのでそこで動きが変わってくるかも。やはり漫画作品で主人公になれたのは大きいし、妹の小石とのカップリング効果で伸びやすいのでまだまだ伸びしろがありますよ。続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第7位は藤原もこうです。東宝プロジェクトのイケメン枠といえばこのもこうだからな。最近では東宝地霊記伝で悟りとの絡みが見られたのが大きいですね。今作の黒幕である宮出口に乗っ取られて、宮出口もこうになった時なんか印象深いしね。ロスワでは2022年の後半にいろんなもこうが出たりして、今年は栄夜賞もこうが出ていたからそこそこ目立ってはいたな。と言っても今年は大きな活躍はそれぐらいだったので、順位としてはやはり7位の壁は越えられませんね。7位からは急激に人気の多さが変わってくるから、そこが東宝プロジェクトの顔の節目なんだよな。前回同様、8位までは8000ポイント、7位からは1万2000ポイントと4000ポイントとかなり違っているのです。7位に食い込めば真の東宝の顔と言えるってことになりそうだぜ。あと昨日の東宝ステーションで知った驚きの情報なんですが、ニコニコ上がりのビートマリオ氏によると、あの謎に有名なワード、モコタンインシタオはファイナルファンタジーから来たものらしい。マジで、それは知らんかった。これなかなか知る人ぞ知る歴史ですよね。元ネタはポコタンインシタオという、インターネット掲示板にチャンネルのネトゲ実況板に2004年に投稿されたレス及びそのコピペ、またはそこから誕生した AA らしい。それにしても FF から来たとはびっくりだよ。このようにモコウは不死身らしく永遠に8位をキープするほどの人気キャラクター。次回は東宝栄夜賞20周年なので、何か大きなイベントがあり次第、順位が不死鳥のように舞い上がるのかもしれません。続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第7位はレミリア・スカーレットです。レミリア・スカーレットは前回と同じで順位だよね。どうしても7位から乗り越えられないんですよ。毎回僅差で負けるんだよね。レミリアらしいといえばレミリアらしい。レミリア・スカーレットの人気の理由について考えると、最近の原作ではあまり動きはなかったので、二次創作の影響が大きそうですね。一つは公式公認の幻想のバルキューレで今年アップデートで登場したことなどがあるでしょう。幻想のバルキューレは東宝プロジェクトのキャラクターたちを操り、幻想郷の空を舞台に繰り広げられる超高速の弾幕ごっこが体験できるゲームだ。全体的な性能はバランスよりで根遠距離まで対応が可能で、白霊レイムと近い立ち回りができて初心者さんにも扱いやすい優秀なキャラなので使った人も多いでしょう。東宝ロストワードでは3周年の目玉として水着レミリアを実装したことも大きいでしょう。しかも記念すべく新要素強さランクにを引っ提げての登場なのもでかいぜ。他にも魔法少女レミリア、未登場だけど高魔境レミリアといったレミリア種が数々と出たのも大きいだろう。まるでレミリアのバーゲンセールだ。このように、二次創作ゲームでの活躍が多くありましたね。と言ってもいつかレミリアにもてっぺん見させてやりたいところではあるぜ。マリちゃんさんスポコンやな。徐々にでもいいので人気ランキングを上げていってほしいですね。去年は高魔境20周年で高魔館組全体の人気が上がっている中で主役のレミリアは微動だにせず。なんでなんだよ。例えば、大東宝プロジェクト10 2022や TikTok でスカーレット警察が流行ったり、コラボカフェも積極的に行われたりなんてしました。だから去年は高魔館組が上位に上がってきていたのね。しかしレミリアはその頃上がっていませんでした。姉としての運命が辛すぎた。続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第7位はイザヨイ昨夜です。あら昨夜は5位から6位に落ち着いたのね。高魔境20周年タイムが切れたのが原因でしょう。とはいえ昨夜は相変わらずの人気だな。前回までは徐々に伸びてきているキャラクターですしね。時間を止めれても人気は止まることを知りません。昨夜の人気の理由は何だと思う？正直今年は原作での活躍はなかった。となると二次創作の方で輝いたのでしょう。ロスワではヨーヨームの原作風昨夜を2体出していたりしていたので、その影響かもしれないですね。どのゲームでもそうだけど大概昨夜って弱くならないので活躍しやすいキャラなんだよな。また最近は海外でも超有名で、東宝に影響を受けたアンダーテイルの影響か、海外の人も東宝を知り始めていて、東宝の二次創作の曲で最も有名と言えるナイト・オブ・ナイツで知る人が昨夜を好きになるなんてパターンもあるからかもしれませんね。そうなると、来年はもっと話題になりそうだが、今年からもう徐々にアンダーテイルの生みの親とビーストズン氏の方で絡みがあったからまた人気が上がっていきそうだな。昨夜はメイドでナイフを扱い時間を操るという海外、子供たちにめっぽう強い要素があるのでこれからも新規ファンを獲得していってほしいですよ。続いて
て紹介する、東宝人気投票ランキング第7位はコンパクヨウムです。ここでヨウムなんだ。ヨーム20周年ということで、伸びると思いきやそうでもなかったのは意外だったぜ。ヨウムは前回4位で今年は5位と一つ下がりました。確かにヨーム20周年はコウマ教20周年ほど話題にならなかった感じはあります。また今年のヨウムは原作での活躍はほぼない。漫画作品でも出ることはなかったしな。二次創作でもレリックは出たものの最高位のエピックでの登場はまだなのも大きいでしょう。今年はシンプルにこれという活躍がなかったのが大きいですね。そういえば、ヨウムといえば推し投票数が非常に高いキャラだけど今年はどうなの？ 1 位になれなかった前回も推し投票数は1位でしたが、今年はなんと3位まで下がってしまっていますね。あら最近は落ち着いてるからやっぱり順位的にもそうなっちゃうか。しかしヨウムは剣士キャラという唯一無二のポジションなので腐ることはないからこれからの活躍に期待です。続いて紹介する、東宝人気投票ランキング第4位はコメージ小石です。原作でほぼ出てきていないのにここでまた6位から4位に人気が上がるってすごいな。ただただ根強いファンがいますね。東宝のイベント系でも小石ファンはよく見かけるので、やはり心変わりしないファンを持っているのが強い。小石の魅力は他のキャラと一線を画すからな。前回のギャップ萌えキャラランキングでも紹介したけど、ガチな狂気と愛くるしさを両立させる、無意識を操る小石ならではのキャラ設定が強いんだよね。また東宝地霊記伝ではそろそろ姉の悟りと、妹の小石の初の生の会話が聞けそうなのでさらに人気は高まることでしょう。オリジナリティの強い秋巻先生が描く小石が楽しみすぎるぜ。さて次に紹介する、東宝人気投票ランキング第3位は、フランドールスカーレットです。なんとここでフランドール。フランドールが下がりましたね。さすがにヨウムのように2冠は厳しいか。とはいえ最近は漫画作品の方で多くの活躍をしていましたよ。前回紹介した東宝地霊記伝なんかでも大活躍したよな。あと二次創作なら東宝ロストワードでは水着フランドールなんかも出ていて盛り上げてくれました。順位は落ちたものの、前々回よりも人気度は高くなっているし、結果的には人気度知名度は上がっているだろう。やはりフランドールの魅力といえば可愛さと怖さ。最近の原作フランドールは特にそれが目立っているよね。特に怖さの方をよく目立たせていました。吸血鬼らしい強さ、恐ろしさを見せていましたね。あの二次創作で超有名カップルであるメイフラマリどっちもぶっ壊していたのは印象的です。しかし、フランドールスカーレットは小学生と中学生の部では1位で推し投票数も1位だったんですよ。ルーミアでの考察を借りるとやっぱりダーク金髪合法ロリは最強なんだね。ビートマリオさんのチャンネルのコメントでもよく語られるんだとか、子供たちからはアイドル的存在なのは変わらないので、フラン好きの方はあまり気を落とさないでくださいね。最近は原作での活躍が目立ってきているのでこれからの活躍にも期待です。それでは、東宝人気投票ランキング第2位は、白霊レイムです。なるほど、2位がレイムだったのか。レイムは今まで20回1位を取っていたわけですが、最近は譲ることが多く、フランが3位だったことから今回やっと返り咲くことができると思いましたが、まだ譲ることになりましたね。とはいえ最近までは、ヨウムとフランドールに追い越されていましたが2位ということでまた人気が上がっていますね。レイム部長的に人気を獲得した理由は何だと思う？一つは公式漫画作品での活躍ですね。特に水長化が大きいと思います。水長化レイムが可愛すぎるんですよ。もともとキャラクターとしてかなり喜怒哀楽が激しいのですが、水滝先生の表現が上手すぎます。特に単行本2巻で、フラッと人間の里にある居酒屋ゲイドン亭に立ち寄った時、珍しく愚痴をこぼすシーンですが、めちゃくちゃ迫力ある怖い演出の後のすぐに超ハッピーな顔になるレイムが描かれていて、強弱の付け方が非常にうまい。こういったレイムらしい魅力をよくかけていて、改めてレイムに好きになった人が多いでしょう。水長化レイムは可愛すぎると、スレッドとかで話題なんだよね。あとは前回の S すぎたキャラランキングでも言ったように、水長化にて新たに尻巫女という神要素を開拓してくださったんですよ。例えばこちらのレイムを見てもらえればわかりますが、わざわざ真ん中にお尻を持ってきてかなりお尻を強調されていますね。まずこれどういう展開？このように東方水長化のレイムは妙にお尻が S すぎる。確かに強調されていて、そそられるじゃないか。ロングスカートがぴっちりになって非常にセクシー。少女のレイムにしてはかなりくっきり描かれてるしね。水長化のレイムはこのように美尻を見せつけているシーンがたびたび見受けられ新たな魅力を生んだ影響もあるでしょう。巷ではこのレイさんのお尻のことをミコ尻として崇められていますよ。2023年白霊の巫女新たな領域へ。さらにレイムが入浴しているシーンも描かれたのだ。すごいよ。東宝公式で主人公をここまでお色気シーンを組み込むなんて、あのレイムの首筋や鎖骨まで見えて S すぎる。こういう魅力的なシーンから改めて好きになった読者もいるでしょう。レイムの生の背中も見れるし、めちゃくちゃセクシーだな。また髪がポニテでまとめられていて、いつも以上に色気が増していてたまりませんよ。まさかあの健全中の健全な原作東宝プロジェクトから、こんなサービスカットを出してくれるなんて驚きでした。ちなみになぜレイムが温泉に入っているかの理由については東宝原作のエッナ名場面ランキングで紹介
しているので見に行ってみてくださいね。それにしてもついに霊夢のお色気シーンが見れるとはいい時代になったものだよ。また水滝先生の美しい絵で見れたのが最高でした。もちろん10億円では超大活躍していたし、他の漫画作品でも主人公らしい役割を全うしていました。10億円では人間組の中で唯一の動きを見せていたり、前回の衝撃の過去ランキングで言ったように驚愕の事実も語られたりと、新作でももちろん大きな活躍を見せてくれたよな。正直ここまでの活躍をして1位じゃなかったのは意外ですね。今回惜しくも霊夢が2位だったのですが、人気投票男性の部では2位で、30代以上は1位でした。やはり大人の方は東宝原作をプレイしてる方が多いから霊夢に思い入れがあるんだろうね。次回は真の東宝プロジェクトの主人公として、春の桜のように返り咲いてもらいたいところです。それではラストに紹介する、東宝人気投票ランキング第1位は、霧雨マリサです。マリサ1位おめでとう。いやーよかったよかった。やっぱり東宝プロジェクトの看板を背負う者として主人公が1位であるべき姿なんだよ。その通りですね。2005年の第4回の1位から18年ぶりの1位となりました。ただ、先ほども言ったように今回は霊夢が来る気がしましたがマリサが1位だったのは予想外です。もちろん東宝プロジェクトの2人目の主人公ということで、その活躍は凄まじく、東宝10億円では彼女の貴重な過去について語られたり、漫画作品では例えば水鏡下では公式でドキドキしちゃうような霊マリのゆり展開を見せていたり、東宝地霊記伝ではフランドールとバトル展開を見せていたりと大活躍。1位を取れるまでの人気を集めた理由としては、原作目線で言うと、おそらくバレットフィリアでの主人公を務めたことや、東宝10億円で新たなカップリングと彼女の過去が語られたこと。一番の理由としてはおそらく東宝ロスワで黒マリサが黒幕だったことや、レリックマリサがぶっ壊れ性能だったことなんじゃないかと予想します。なるほど。確かに無料アプリゲームの東宝ロストワードの知名度は高いし、人気投票をするほどの人なんだから大半はおそらくロスワもプレイしている人が多いだろうからあり得るね。前回のヨウムなんかはロスワで最強キャラだったことから人気を獲得したという事例もありますしね。特に黒騎士のようなかっこいいマリサが登場したり、そのマリサがなんとロストワード異変の黒幕が彼女だったことが判明したりと二次創作でも痕跡を残したのがでかそう。原作でも二次創作でも活躍するところさすがといったところですよ。こうやって見ると、二次創作の方で霊夢に勝っていたのがでかいっぽいね。ファンアートでもマリサが多かったイメージがあるので、これも人気が集まった理由の一つでしょう。あと面白いのが男性の部では1位がコンパクヨウムで2位が霊夢だったんですよ。しかし女性の部ではマリサが1位だったのです。つまり女性陣にはマリサ好きが多くいたことから1位となったんだ。このことからも東宝好きの女性の方も増えていることがわかりますよね。あと東宝ステーションで MC の金沢舞さんが嬉し泣きしていたのは印象的だったぜ。それでは、最後に1位になったマリサの反応を見てみましょう。最近泣きながら森に逃げ込んだ子供だった頃が判明した霧雨マリサが1位。おめでとう。マリサ1位。おめでとう。大好きです。第19回東宝プロジェクト人気投票1位はマリサ。みんなでマリサを胴上げだ。といったようにたくさんの方がマリサを祝福していました。マリサ1位で嬉しい、というより、マリサ1位おめでとうって感じだよね。霊夢に負けずとずっと努力してきた、彼女らしい1位のなり方でよかったですね。見事東宝プロジェクトの主人公がランクインしてくれて安心したよ。ぜひ来年も東宝プロジェクトを盛り上げてもらいたいです。視聴者さんの推しの順位はどうなったかよければコメント欄で教えてくれよな。また2022年の人気投票も解説しているので見比べてみると面白いので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。